トルゴッホのまゆこです。さっきです。小林です。アストロバイオロジーシリーズ第4弾ということで、今日は知的生命体の話をします。フェルミ推定って聞いたことありますか？例えば日本にある電柱の数は何本でしょう、とか、答えが予想もつかないような問題にいろんな制限をかけていくことによって答えを狭めていくっていう方法。分かんなかったらぜひググってみてください。はい。で、知的生命体はどのぐらいの数いるでしょうか？これも考えようって言った人がドレイクさんで、有名なドレイクの方程式というものがここにあります。こんなところに式が書いてある。N っていうのが地球からコンタクトを取れる知的生命体の数を求めるためのいろんな要因がここにブラーっとあります。1個ずつどういうものか言うから、2人に科学的な根拠何もなくていいので予測して2人の N を見たい、なるほど。知りたいということです。1つ目、そんなにばらつきのない値なので先に言っちゃいます。これが銀河系の中で1年間に誕生する星の数、1年間にどんだけなる太陽みたいな恒星の数、これはね、ドレイクさんが使った値を教えます。10個。ここから考えてもらいます。はい。恒星が惑星系を持つ割合、持つか持たないかね。太陽は惑星系持つけど持たない星もいっぱいあります。だから惑星を持つ割合、0から1までいきます。せーの。 0.5。おい、ハモったハモった。やだ。新しい恒星10個生まれたとしたら、そのうちの半分は惑星を持ってるってことです。次、一つの恒星が持つ生命の存在が可能となる状態の惑星の平均の数。例えば太陽系だったら地球が生命に適してるから、1個だよね。もしくは火星でも生命生きられる環境だよっていうんだったら2個だよね。はい。いきます。せーの。0.2。少ない。1個もあるかどうかは分かんないよってことだ。タクティは 0.2、小林が2。今これで生命の存在できる環境のある惑星の数まで来てますね。で、生命の存在が可能な惑星において生命が実際に発生する確率。はい。地球は生命生まれたけど、それは 100% の確率で生まれてきたのかってことですね。なるほど。環境整っていても生まれるかどうかわからないし、なるほど。その確率。せーの。 0.9。0.1。0.01。少ない。0.9。小林は住めるような環境がある惑星だったら9割は生まれるだろう。タクティは 1%。まあね、そうは言ってもなかなかね。次、生命が知的なレベルまで進化する割合。生命が生まれたとしても微生物レベルダメってことです。進化して人間レベルになるかどうかっていう話。知的の定義が難しいけど、せーの。 0.3。おー、似たような値ですね。人間レベルになるには 30% から 50% ぐらいの。次、知的なレベルになった生命体が星間通信を行う割合。星間通信聞かない星のワードだ。間の通信ですね。だから電波を飛ばしたりとか逆に受け取ったりとか。せーの。 0.0001。少ない。星間通信を試みる動物は多分めっちゃ少ないと僕はね、そう生まれたらね、やるだろう。 10% 10%はぐらいはそこまでいくだろうと。最後、知的生命体による技術文明が存続する期間。ここまで来て、そう、何年間維持できるかってことです。で、人間も通信できるようになってからは数百年ぐらいだよね。で、これから何年間人類が生き延びられるかなんて誰にも分かりませんが、ここはすごい一番幅が広いパラメータだと思います。じゃあいきます。せーの。600年。結構悲観的だね。3600年。600年。あと400-500年で人やばい。類は滅亡する。だから小林のヒヒヒ孫ぐらいはやっぱりもう地球温暖化とかやば。隕石なり罰を受けてなるほど死ぬみたいな。ちょっとじゃあドレイクさんが実際に出した値を答え合わせしてみました。はい。これは10ですね。次、0.5。惑星を持つ割合は 0.5。本当だ。同じこと言ってる。次、生命にとってちょうどいい惑星の数が2。お、すげえ、小林はだから合ってるってことですよ。ドレイク。合ってます。ドレイクさんと気が合ってるってだけなんだけどね。生命が誕生する確率。ドレイクさん1。必ずね。俺めっちゃすごいじゃん。そう、ドレイクさんじゃん。
ドレイクさんは環境があれば生命は生まれるっていう、知的生命になる確率は 0.01。 じゃあドレイクさんはここがすごく悲観的。通信可能となる割合が 0.01 という間を取りつつ、しかし最後が違います。ドレイクさん文明の存続期間1万年1万年で、これドレイクさんの値を入れていくと人類が更新可能な文明の数が10って出る。おってことはドレイクさんの人生の間にってこと？違う、人類が生きている間に、人類の存続の期間に10個ぐらいは出会える可能性のある惑星は周りにいるよっていうこと。次じゃあ小林のやってみますか。はいはい。0.162 だいぶ悲観的な値が出たね。1個もいないよってことだ。会えないほぼ会えないと思うよっていうことだね。タクティの答え 1.5 まあまあでも悲観的ではあるけど、要は人類が存続してる間にもう一個そう似たような人類みたいなのがある。それはもうちょっと夢があるね。ちょっとワクワクする。会えるかどうかわかんないです。そうなるほど。ということでね、これ全然こう幅広い値が出てくるんですよ。そうだよね。そうだからいまだに値自体もそうだし、パラメータをもっと増やそうとか、そういうのもいろいろと議論されている面白い話題でした。知的生命体、あなたは信じていますか？以上、今日のボトルゴッホでした。バイバイ。